こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックシリーズのいろんな裏技をご紹介します。タイムアタックで使える便利な裏技や、ちょっとした小ネタ。またソニックがとんでもない姿になるバグ技なんかも紹介するから、ぜひ最後まで楽しんでくれよな。それでは、早速スタートです。まず最初にご紹介するのは、2022年発売の、ソニックフロンティアに出てくる裏技です。このソニックフロンティアは、次世代のソニックを作るというコンセプトで生み出された超大作。広大なフィールドを自由に駆け回れるオープンゾーンが登場し、ソニックに新たな風を吹き込みました。他にも本格的なバトルや、一息つくのにぴったりな軽い謎解き、シリアスで先が読めないストーリーなど、いろんな要素が贅沢に盛り込まれた作品だぜ。そんなソニックフロンティアには、電脳空間と呼ばれるアクションステージも実装されています。ここでは従来のソニックと同じような、ハイスピードアクションステージが楽しめるんだよな。今回紹介するのは、この電脳空間内で使える裏技です。使用するアクションは、敵やギミックに高速で体当たりするホーミングアタック。そして、ソニックが超高速で移動する、ブーストの2種類。まずは敵かギミックに対して、ホーミングアタックを放ちます。そしてホーミングアタックが発動した瞬間に、今度はブーストを発動。すると、ソニックがとんでもない距離を大ジャンプするんですね。いくらなんでも飛びすぎだろ。この電脳空間には、やり込みの一つとしてタイムアタックがあるのですが、この裏技を使えばかなり楽にクリアできますね。たださすがにずるいんじゃないかという意見が出たようで、今作の大型アップデート第1弾が配信された際に、この裏技を使った場合は専用のマークがつくようになりました。さすがに規制されたか。でもこうなってくれたおかげで、逆にこの裏技を使わない縛りプレイなんかもできそうだな。間違いないですね。ですがいかんせんこのホーミングアタックもブーストもよく使うアクションなので、たまたまこの裏技が発動してしまうこともよくあります。縛りプレイに挑戦する際はご注意を。ちなみにこの裏技は、なんと公式も認めている技です。ソニックフロンティア発売後に公開された、スピードストラッツシャープ3という動画の中で、この技の使い方を紹介しているんですね。まさかの公認技。この動画によると、この技の名前はホーミングダッシュだそうです。ですが他にも、ホーミングショット、ホーミングブーストという呼び方があるみたいなので、皆さん好きな名前を使いましょう。続いては、2001年発売の、ソニックアドベンチャー2の裏技です。今作は 3D ソニックの2作目で、大人気キャラのシャドウが初登場した作品でもあります。ヒーローサイドとダークサイドという2つの視点から物語が紡がれ、最後には世界全体を巻き込む大事件が発生。そんなシリアスで壮大な物語も相まって、発売から20年が経過した現代でも、ソニックシリーズ最高傑作と言われることもある名作です。ダークサイドの大人びた雰囲気大好きだったな。そんなソニアド2から紹介するのは、ヒーローサイドのファーストステージ、シティエスケープに出てくる裏技です。このステージでは、後半に巨大トラックに追いかけられるパートがあります。出た、殺意高すぎ暴走トラック。ソニックと向かい合う視点でひたすら逃げまくり、ゴール直前でトラックは建物に激突。通常であれば、このままゴールリングに触れてクリアです。ですがここで、トラックが激突した直後に立ち止まり、後ろの建物に向かってスピンダッシュを発動。そして建物にぶつかる瞬間に、ジャンプしてバウンドアタックを使用します。すると、おお、ソニックが飛んだ。うまくいくとこのようにソニックが大ジャンプし、建物を飛び越えることができます。そしてそのまま、ステージを逆走することができるんですね。この裏技を使えば、回収しそびれたリングを簡単に集められちゃいます。トラックに追いかけられてるとリング拾ってる暇ないもんな。これはかなり使えそう。ちなみに、そのまま坂の一番上まで逆走すると、なんと2台目が来ます。せっかくリング取ったのに。試してみる際はご注意を。頼むから先に行ってくれ。続いても、ソニックアドベンチャー2の裏技です。今作はしっかりとしたストーリーがある作品なので、ムービーの数もかなり多くなっています。今回紹介するのは、そんなムービー中での裏技。例えばこちらのムービー。ソニックとシャドウが初対面する、重要なシーンです。このシーンが始まった直後に、ジャンプボタンを連打すると。何？まず一つ。今なんかいたぞ。もう一度見てみましょう。何？やっぱりいた。こいつは。そうです。このムービー開始直後にジャンプボタンを連打すると、なんとソニックアドベンチャーに出てきた猫、ビッグザキャットが登場するのです。お前なんでここにいるんだ。なお、ビッグが登場するシーンはこれだけではありません。例えばこちらのシーンでも、ジャンプボタンを連打するとビッグが登場。ケツを書くな。ここでも登場。何宇宙までついてきてんだ。こちらにも。マジどこにでもいるな。ちなみにビッグは、ムービーだけでなくステージにも登場します。
例えばソニックと一緒にトラックから逃げてたり、檻に捕まってたり、宇宙から手を振ってたりしますね。もう何でもありだな。スタッフ遊びすぎだろ。他にもいろんな場所にビッグがいるので、気になった方はぜひ調べてみてください。ちなみに、ゲームキューブ版のソニックアドベンチャー2バトルには登場しないのでご注意を。またこの隠れビッグは、他にもソニックと秘密のリングという作品にも出てきたり、最近ではソニック公式 X の、ソニックピクトにも登場しています。なんかシリーズ恒例になってる。今後の作品でも出てくるかもしれないので、新作が出たら要チェックですね。続いては、ソニックオリジンズの裏技。ソニックオリジンズは2022年に発売された作品で、初代ソニックやソニック2などの、ソニックシリーズ初期作品がまとまったオムニバスゲームです。初心者用にゲームオーバーがないモードが追加されたり、オープニングとエンディングに新しいムービーが入ったり、操作キャラが追加されてたりして、めちゃくちゃ遊びやすくなってるぜ。そしてソニック初期作品といえば、隠しコマンドと呼ばれる裏技がありました。詳しくは過去動画で説明していますが、例えば好きなステージからゲームを始められたり、収集アイテムであるカオスエメラルドを全て集めるコマンドなんかもありましたね。そんな隠しコマンドですが、実はこのソニックオリジンズで、めちゃくちゃ進化してるんです。特に、ソニック3&ナックルズのコマンドが超増えてます。隠しコマンドで遊ぶためには、まずタイトル画面で、上上、下下、上上上上と入力。するとサウンドテストという項目が出現するので、これを選んでステージセレクト画面に入りましょう。この画面では、ゲーム中の全ステージにアクセスすることができます。さらに、画面右下にあるサウンドテストという項目。ここではゲーム中の BGM や効果音を聞くことができるんですが、ある特定の順番で曲を流すことで、色々な効果を発揮します。例えば、04、01、02、06という順番で曲を流すと、今作の収集アイテム、カオスエメラルドが全て揃った状態になります。そのためこのコマンドを入力した後にステージを始めれば、簡単にスーパーソニックに変身できちゃうんですね。スペシャルステージを周回しなくてもいいのめちゃくちゃ楽だな。超便利ですよね。ですがこのコマンドは、オリジナル版の時から搭載されていたコマンドです。ここから、このソニックオリジンズで追加されたコマンドたちをご紹介しましょう。まずは、01、09、07、09、00、08、01、01。リングの音が鳴ったら成功です。このコマンドを入力すると、敵を倒した時に出てくる動物が、すべてリスになります。何この裏技。ちょっとよくわからないですね。また似たようなコマンドとして、こんなのもあります。このコマンドを実行すると、ゲーム中の敵がすべてペンギンになります。これもまた謎すぎる。ついでにもう一つ、謎の効果を発動するコマンドをご紹介しましょう。こちらのコマンドを実行してゲームを始めると、アイテムボックスがすべて、バナナの皮になります。バナナの皮？なんで急に？これは2人プレイモードの時に出てくるお邪魔アイテムで、取得するとこのように滑ってしまいます。元は対戦用のアイテムなんだな。ここからは、縛りプレイを楽しめるコマンドです。まずはこちらの曲順。このコマンドを実行すると、ステージ中のアイテムボックスが、すべてランダムになります。取るまで何が出るかわからないので、ドキドキ感があって結構楽しいですね。一気に難易度上がりそうだな。続いてはこちら。08回。なんかヤバそうなコマンドだぜ。その通り、このコマンドはヤバいです。このコマンドを実行すると、なんとゲーム中に、リングとアイテムが一切出なくなります。ひえー。どんな状況でもミスしたら一発アウトという、究極の縛りプレイが楽しめますね。腕に自信がある人はぜひ試してみてください。最後にご紹介するのは、個人的にすごく気に入っているコマンドです。こちらの順番で曲を再生してみましょう。このコマンドを入力すると、なんとスーパーか、ハイパーか時に空を飛べるようになります。おお、これはめちゃくちゃかっこいい。この仕様は、2017年発売の、ソニックマニアで登場したものですね。コマンドの数字も、ソニックマニアの発売日になっています。ただしキャラのモーションはそのままなので、キャラクターによってはなかなかシュールな光景に。なっこ。他にもいくつかコマンドはあるのですが、今回は特に面白そうなものに絞ってご紹介しました。他のコマンドも知りたい方は、ぜひネットなどで調べてみてください。続いては、ソニックアドベンチャーの裏技です。ソニックアドベンチャーは 3D ソニックの一作目で、今のソニックの原型を作った名作です。今のソニックたちのデザインや、声が決まったのも今作からだぜ。またソニックアドベンチャーには、全部で6人の操作キャラがいるのも特徴です。しかもその6人は全員ゲーム性が違っていて、例えばソニックで遊んだ際はいつものハイスピードアクションゲームが楽しめますが、ナックルズで遊んだ場合は宝探し。ガンマというキャラで遊んだ場合はシューティングゲームになるなど、一つのゲームでいろんな遊びが体験できる作品ですね。そんなソニックアドベンチャーから紹介するのは、テイルスを操作している時に使える裏技です。テイルスのゲーム性は、ソニックとの競争。空中にあるギミックなどをうまく利用して、ソニックより先にゴールできればステージクリアです。
テイルスは空を飛べるから、ソニックじゃできないショートカットとかができて面白いんだよな。そんなショートカットの中から、今回はとびっきりのものをご紹介しましょう。舞台はテイルスのファーストステージ、ウィンディーバレーです。まずはこのスタート地点から、左に向かってダイブ。そしてうまく距離を調整していくと。ゴールした。このように、スタート地点から直接ゴールにたどり着くことができるのです。うまくできたら達成感すごそう。コツは、なるべくコースの近くを飛ぶことですね。コースから離れすぎると、落下判定になってしまうので注意です。ソニックアドベンチャーを持っている方は、ぜひ一度試してみてください。せっかくなので、ソニアドの裏技をもう一つ。ゲームの序盤で戦うボス、エッグホーネット戦で使える裏技をご紹介しましょう。このエッグホーネットは、ソニック編の第2ボス、テイルス編の最初のボスです。序盤で戦うボスなので比較的戦いやすく、特に苦戦するポイントもないですね。エッグホーネットの攻撃方法は、ミサイル攻撃と突進攻撃。突進を避けた後に、エッグマンにダイレクトアタックするとダメージが入るぜ。全部で3ダメージ与えられれば、エッグホーネットを撃破できます。ですが、最初の突進攻撃を避けた後に、ジャンプボタンを連打すると、エッグホーネットを瞬殺できます。ワンターンキル。早くエッグホーネット倒さないとやばいという時には、ぜひお試しください。ないわそんな時。続いては、2003年発売の、ソニックヒーローズに出てくる裏技。今作は、ソニックシリーズのキャラクターたちが、3人1組のチームになって冒険する作品です。ステージ中もよくキャラクターが喋ってくれるので、キャラクター好きにはたまらないゲームですね。キャラ同士の絡みがたまらないんだよな。そんなソニックヒーローズですが、ステージ中でカメラを操作すると、一緒にいる仲間たちをアップで見ることができます。と言ってもほとんどのキャラクターでは何も起こらないんですが、ルージュにカメラを向けてみると。ルージュ姉さん。このように、ルージュにカメラを向けると、なんとルージュがウインクしてくれるんです。さすがルージュ姉さん、ファンサの鬼。こんなことされたら誰でもイチコロですね。日々の生活に疲れているそこのあなた、今すぐソニックヒーローズを立ち上げて、ルージュ姉さんに癒されてみてください。続いては、またソニアド2の裏技です。今作には、ステージの道中におもちゃをというキャラクターが登場します。このおもちゃをはゲームの案内役で、触れるとプレイヤーにいろんなヒントを与えてくれるんですね。おもちゃをの喋り方可愛いよな。ちなみに間違って攻撃してしまうと、まったくなんてことするちゃお。信じらんないちゃお。人は見かけによらないちゃお。めちゃくちゃ怒られます。見かけによらないちゃお。そんなおもちゃをなんですが、実は攻撃するだけじゃなく、持ち上げることもできちゃいます。持ち上げると基本嫌がるのですが、ちょっと我慢してもらって一緒にゴールへ。するとおもちゃをが、ステージの感想を喋ってくれるんです。例えばヒーローサイドのファーストステージ、シティエスケープだと。おっきなトラック、びっくりしたちゃお。ホワイトジャングルだと。ほら、やめろちゃお。ここの霧は、よしサンフランシスコみたいちゃお。こんな感じで、ステージごとに専用のセリフが用意されているので、ソニアド2を持っている方はぜひいろんなステージで試してみてください。おもちゃをと一緒に冒険だー。たわいのない。ソニックシリーズのゲームでは、ステージ中でたまに CPU がついてくることがあります。有名なのはソニック2ですね。ソニックで遊んでいる時は、常にテイルスがついてきています。そして実はこの時、2P にコントローラーを接続すると、なんとこのついてきているテイルスを操作できるのです。しかもテイルスは無敵なので、友達や家族と2人で遊んだ際は、強力な助っ人になってくれますね。またソニック3&ナックルズでは、テイルスの飛行能力を使った強力プレイもできちゃいます。ソニックだけだといけない場所でも、テイルスがいればひとっ飛びだぜ。また意外と知られていないのですが、これ以外にも、後ろについてくるキャラを操作できる作品がいくつかあります。例えば、2005年発売のソニックシリーズ外伝作、シャドウ・ザ・ヘッジホッグでも、一部のキャラクターが 2P で操作できます。今作は各ステージにヒーローミッションとダークミッションが設定されていて、ヒーローミッション遂行時はソニックたちが、ダークミッション遂行時はブラックブームというキャラクターが、シャドウの後をついてきます。そして 2P で操作できるのは、ソニックたちがついてきている場合です。
これは知らなかった人も多い気がするぜ。一部のキャラは敵に攻撃もできるので、ちゃんと協力プレイが楽しめちゃいます。ちなみになんと、マリアも操作できちゃったりしますね。これはめちゃくちゃレアなのでは？最後にご紹介するのは、超絶レアなソニックの変身姿です。その姿は、ソニック2で見ることができます。まずはソニック2で、デバップモードに入ります。ソニック2でデバップモードに入る方法は、この動画をチェックだぜ。デバップモードに入ったら、オブジェクトをどんどん切り替えていき、この何もないオブジェクトまで持っていきます。ここまで来たら、このオブジェクトをひたすら配置。ちょくちょく多機のオブジェクトが出てきますが、気にせず配置していきます。しばらく配置していると、左下のソニックアイコンがおかしな色に。そしてこの状態で、ソニックを元の姿に戻すと。うわ、ソニックがすごい色に。この毒々しい姿が、今回紹介する姿、アシュラ・ザ・ヘッジホップです。別名グリッチソニックとも呼ばれていますが、なんとも不気味な姿ですよね。ステージ上の位置アップや、ゴールした時のパネルなども、ちゃんとアシュラ仕様になっています。ですがこれは言ってしまえばバブ技なので、特殊能力などは特にないです。ちょっと不気味だけど、なんとなくかっこいい気もしてくるな。実際海外では結構人気みたいですね。ファンアートもたくさん書かれてますし、アメコミ版のソニックには、このアシュラが元ネタなんじゃないかと言われている、スカージ・ザ・ヘッジホップというキャラクターが登場したりもしています。おそらくは、悪役版のソニックとして人気が出たのだと思われますね。主人公に似た悪役ってかっこいいもんな。なおこのバブ技は、最新の移植版であるソニックオリジンズでは発動できないので、試してみたい人は他の移植版でやってみてくださいね。また、滝がいっぱい出てる時はたまにゲームが重くなるので、古いゲーム機を使う場合は注意です。以上、ソニックシリーズの裏技集でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。